はいどうも、キスケです。今回は新作アニメ超ゲーム、白銀の城は面白いのかどうなのかを解説していきます。結論から話すと、めちゃくちゃ面白いです。ただ、このままの状態でリリースしてしまうと大丈夫なのかと思える点もありますんで、今回の動画ではどんなところが面白いのか、どんなところがいまいちだったのかを話していきます。非常に細かい不満点も話していくんでね、よければ最後まで見てってください。皆さんが白銀の城に対して思う期待点とかいまいちに感じる点をコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。本作はオープンワールド探偵アクション RPG でシンガポールのゲームスタジオエレメンタが手掛ける作品です。良かった点一つ目としては、やはりゲームを開いてすぐ感じるグラフィックの良さ。これは一番最初に解説したいです。舞台となるビクトリア朝の街並みが美しすぎる。馬に乗って探索するだけであちらこちらに目がいってしまいます。建物の隙間からこぼれる光とか、水たまりに反射する建物の表現、長年使われていなかった建物の埃っぽさとか、しっかりと表現されていて没入感が半端ないですね。まあそれもそのはず、本作はアンリアルエンジン5で制作されているんで、建物の造形とか質感とか余すことなく作り込まれてます。で、個人的に好きだったのが、ところどころに感じるスチームパンクっぽさなんですよね。カフェの内装はきらびやかなのに、コーヒーを作る機械はレトロで原始的だったり、路面電車や飛行船が飛んでいたりと、しっかりと世界観にマッチしていて重厚感があると言いますか、表はきらびやかだけど少し路地裏に入ると薄汚れている世界と言いますか、そんな世界をしっかりとアンリアルエンジン5で表現されてるんで、本当探索してるだけで楽しめると思います。探索要素としては、ほどほどのパズルにほどほどの収集要素、宝箱を探したりと、まあよくある感じですよね。アニメ調で一番と言ってもいいほど重要な要素、キャラクターデザインも良かったですね。体が絶えず燃えているシンデレラというキャラクターや、ドレスにいくつもの武器を隠し持つダンサーレッドローズ、すべての攻撃を吸収しそうな騎士クラティ、熱血で堅物な観察官レックスなど、ビジュが良すぎる。装飾品もめちゃくちゃ細かいですし、素材の質感もしっかりとしてます。そもそも主人公のビジュアルがこれですからね。超かっこいいよね。で、キャラによってはすごいギャップがあるんですよ。レッドローズというキャラクターはこんな妖艶なビジュアルにもかかわらず、腰にごっつい拳銃をぶら下げてますし、フーという可愛らしいこちらのキャラクターはショットガンを使って戦闘したり、尻尾に見えているのは火炎放射器です。アニメ調としての可愛らしさや美しさというのを残しつつ、ダークな世界観にしっかり落とし込んでいるという、めちゃくちゃキャラクターに力を入れてるのを感じます。やっぱりキャラクターに力が入っていると、新キャラクターの発表とかワクワクしますもんね。これは非常にプラスです。しかも白銀の城ではしっかりとキャラクターとの交流イベントも用意されてます。拠点となる探偵事務所に好きなキャラクターを配置したり、好みのプレゼントを渡して好感度を上げたり、手をつないで探索に同行させたりと、こういった交流があるとよりそのキャラクターを好きになれるんで、いい要素だと思います。本作はストーリーもめちゃくちゃ面白い。ストーリーの面白さに関しては、人によって感じ方が違うと思うんですが、この手のアニメ調ゲームによくある専門用語が少なく、主人公も記憶喪失じゃないんで、周りの人間が主人公のために説明するという時間がありません。なのでサクサクとストーリーが進行しますから、分かりやすが段違いだと思います。本作の主人公は探偵で、事件を解決しながら物語を進めていきます。物語の内容としてはなかなかにダーク。クローズドベータテストのメインストーリーだと、連続焼死事件を追いかけることになります。シンプルに人が死にまくりますし、死の真相を追い求めるということになるんで陰鬱です。で、主人公も結構喋ってくれるんで感情移入もしやすいと思います。さらに探偵要素として捜査パートも存在します。集めた証拠をボードに並べて事件の流れを振り返ったり、証拠品を注視することで
事件に関わっている人物を特定したりと、操作パートがおまけではなく、しっかりと物語に色をつけてくれるんで、没入感が半端じゃありません。でね、メインストーリーだけじゃなくて、サイドストーリーも凝ってるんですよね。クローズドベータテストでは、ファソというキャラクターのサイドストーリーを楽しめるんですけど、なんと事件の解決次第では物語が分岐します。真犯人を逃してしまうのか、それとも捕まえるのか、最初から最後までミステリー要素が強めで非常に楽しめましたね。このクオリティでキャラクターにストーリーをくれるならめちゃくちゃ楽しみな要素です。戦闘に関しては賛否ありそうでしたね。アクションの手触りとしては爽快さと硬派な戦闘のちょうど真ん中くらい、明確にこの手のアニメ調ゲームと差別化してきてるなぁと感じます。使用できるアクションはジャスト回避やパリ、スキルに必殺技とよくある要素が揃ってます。ただキャラクターによってコンボが色々と用意されていて、例えば主人公だと通常攻撃の最終段でスキルを発動すると派生攻撃が発動できたり、スキルの3段目に通常攻撃を使うとチャージ攻撃につながったりと、こういった派生攻撃が各キャラクターにそこそこ用意されてます。さらに味方キャラクターが攻撃している最中に別キャラに交代してダメージをより多く稼ぐといったクイックスワップ要素もあるんで、コンボを開拓したり敵の動きに合わせて戦い方を変えるといった楽しさがしっかりとありましたね。他にもパリーで敵の体勢を崩してからとどめの一撃を発動したり、パリーできる攻撃とできない攻撃を見極めたりとか、しっかりと作り込まれています。ただもう少し重厚感を出しても良かったのかなと感じます。パリーした時の気持ちよさとか、攻撃した時のヒット感とか、サウンドですよね。この辺は調整してほしいところ。せっかく重厚感のある戦闘でテクニックもたくさんあって遊びがいのある戦闘なのに、いまいち気持ちよさがないというのは多分その辺が問題なんだと思います。で、白銀の城の戦闘は設定でクラシックモードとシンプルモードから選択できます。シンプルモードを選択すると通常攻撃を使うだけで様々なコンボにつなげてくれて、パリーできるタイミングでスローになったり回避のタイミングを教えてくれたりと超簡単になります。なので白銀の城のストーリーには興味があるけどアクションは苦手という人にも安心ですし、スマホでプレイするときはシンプルモードに切り替えたりと、プレイヤーや遊ぶ環境に合わせて調整できる神システムです。ちなみにクラシックモードは先ほど解説した通り、回避もパリーも攻撃もプレイヤー自身で行う必要があります。ガチャシステムに関しても賛否が分かりそうです。白銀の城のガチャシステムはキャラガチャが100連天井、武器ガチャが80連天井、最高レアリティの星5キャラクターと星5武器の確率は 0.8% です。どちらもすり抜けがある仕様ですんで、天井まで引くこと前提のシステムです。クローズドベータテストでは石の値段も分かりませんし、正式版でどれほど配布されるかも分かりません。なので現段階だとしっかりと判断はできないんですけど、やはりすり抜けありは賛否あると思います。こっからはいまいちに感じる点なんですけど、やはりこれだけグラフィックがいいと要求スペックが高くなってしまいます。要求スペックは満たしているそこそこの PC で僕は遊んでるんですけど、若干カクつく場面がありました。これをスマホで動かせるのかという心配もありますし、リリースまでに最適化を頑張ってほしいなと思いますよね。白銀の城のストーリーは超わかりやすくて超面白いという話をしたんですけど、ところどころ字幕と違うことを話していたりとか、オート機能を使っていないのに勝手にセリフが進んだりとかで、致命的なのがセリフを言い終わってないのにぶつ切りされたりとか、ちょっと違和感がありましたね。例えばこちらのシーン、俺が飛行船の事件に関わっていたのは周知の事実だ。あれはゴシップ誌どもが意図的に流した噂話だ。これオート機能にしてないですからね。勝手にセリフが進みますし、ぶつ切りです。メインストーリーがいいだけにここの違和感は残念。個人的に一番いまいちだと感じたのはミニゲームですかね。白銀の城には探索時のパズルとは別でミニゲームが用意されてます。
コーヒー作り、馬レース、ローグライク要素のあるポーカーと、種類は3種類で、別にミニゲームがあることには問題ないんですが、なんと育成素材用のスタミナとは別にミニゲーム専用のスタミナがあります。このスタミナを消費することでアイテムを獲得できるんですけど、このアイテムは育成素材と交換したり、ガチャに使う石と交換できます。で、問題なのが、このミニゲーム用のスタミナが毎日回復するんですよね。これがなかなかきつい。育成素材やガチャ石と交換できるということは、スタミナを消費しないと損ですし、毎日回復するということは、毎日ミニゲームで遊ぶ必要が出てきます。しかもミニゲームは3種類しかなくて、1回のプレイが5分ほどかかって結構長い。これは毎日やらないといけないというストレスにつながりますし、ちょっと改善してほしいかなと思います。例えばミニゲームを増やすとか、スタミナ回復を週ごとにするとかね。毎日はほんときついです。こっからは超個人的な要求なんですけど、カメラが近い。探索時も戦闘時もカメラが近いです。で、探索時のカメラが少し右に寄ってるのが分かりますかね。キャラクターの位置が左にあるでしょう。これが遊んでてすごく違和感がありました。キャラクターを真ん中に持ってきてほしいというのと、もっと距離を離してほしいですね。いっぱいいっぱいまでカメラを引いてこれなんで、個人的には改善してほしいです。これも超細かい要求なんですけど、キーコンフィグの自由度がちょっと低いですね。特に戦闘周りはほぼ変更できません。さらに細かいことを言うと、マウスのサイドボタンを適用できないんですよね。これはゲームの仕様なのか、僕の使ってるマウスが悪いのか分かりませんが、もう少し自由度のあるキーコンフィグを適用させてほしいところです。いかがだったでしょうか。今回は白銀の城は面白いのかどうなのかを話していきました。結論を言うと超面白いゲームですよね。世界観もストーリーもキャラクターも作り込まれていて、がっつりとのめり込める作品です。ただその分細かい不満点が目立ちます。ただまだクローズドベータテストですからね。リリース日も決まってないです。僕は第1回のクローズドベータテストは外してしまったんでプレイしてないんですけど、ストーリーの導入とか探索の快適さとかキャラのモーションとかめちゃくちゃ改善されてるらしいんで、リリース時には完璧なものを見せてくれるでしょう。皆さんが白銀の城に感じたことをコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも白銀の城に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。